とか不思議。かわいい。滑り台塗ってる。かわいい。ねえ、プレゼントしていい？お、なんだなんだ。シュウ、いつもおしゃべりしてくれてありがとう。じゃーん。これ初めてトラムに乗った時のことか？書いてみたの。ふざけんなよ、かわいすぎだろ。あげる。私はパパだったんだ。なんてこと言うの、シロちゃん。ついでにディアナちゃんモチーフのパソコンも組む。なんてこと言うの、シロちゃん。いや、ものだよ。白とものだ。今日も京都で PC を組み立てていくよ。シロちゃんのリクエストでね。早くするんだ、ぶっ飛ばすぞ。ということで今回の主役はこれ。ゾタックゲーミング GForce RTX5070 アンププラグマタリミテッドエディション。今年発売のカプコンが手掛ける最新作プラグマタのコラボレーションモデルだよ。ゾタックさんから提供いただきました。数量限定モデル。手芸。前に紹介したバイオハザードモデルと同じ感じで、今回は白モデルがベースかな。元は差し色が金色だったけど、プラグマタのキーカラーである青色に置き換わってるようだね。ファンのロゴもプラグマタ仕様だな。いいね。そして裏側がこんな感じで、プラグマタの主役、ディアナとヒューのコンビが描かれてる。いや、なんで泣くのさ。いや、嬉しくて、つい。こんなシロちゃん見るの初めてなんですが、ちなみにここもデザインペターって感じじゃなくて、ゲームでも登場する細かなパーティクルが印刷されてたり、12V2x6 端子の部分にはワーニング表示がしてあったり、見れば見るほど細かいデザインがされてるのがわかるね。12V が高電圧なのかはちょっと審議が必要だけど。まあそんな細かなことはいいじゃないか。このディアナとヒューが印刷したグラボが世界にある。それだけで、どうしよう、調子が狂うな今回は。だけど物がやることは変わらない。今回はそんな素敵なプラグマタグラボで、シロちゃんも満足なプラグマタモチーフな PC を組んでいこうというわけです。頼むぞ。ということでまずマザーボード。マザーはギガバイト P6502 オーラスステルスアイス。ギガバイトさんから貸してもらいました。ギガバイトの裏配線対応マザーだね。やはりシロちゃんを満足させるなら裏配線マザーは欠かせないでしょ。素晴らしい。そして CPU を取り付けて。メモリが大事。コルセアの白メモリで16ギガ2枚に加えて追加のダミーメモリを2枚入れてマザーのスロットを埋める。いいでしょういいでしょう。そして SSD も取り付けたらマザーのセットアップは終わり。完成形が見えてきたな。ちょっと早いかな。そして大事なのがケース選びですよね。シロちゃんのためとっておきを用意しました。フラクタルデザインポップ2ビジョン最新作のピラーレスケースだね。フラクタルデザインさんから借りました。選んだ理由はなんてったってこのデザイン。ファンが埋め込まれててつなぎ目も抑えられたスティッシュなデザイン。ちょツッコミが欲しいっす。助けて。今日の私だ。諦めろ。なんてこった。ということでケースのパネルを外しの最新ケースらしくツールレスでサクサク分解できる。そしてマザーを入れ見た目重視な裏配線マザーってことでこんな感じに取り付け後はネジ穴を隠すためのカバーをかけるんですよね。すごくない？そしたら配線もして電源も入れる。コルセアの白電源だね。ケーブルがおしゃれなのがいいところ。そして途中経過がこんな感じ。手芸。ケーブルが全て裏配線スペースに密集するから表面のスッキリさが段違いだなこれ。ここにさらにプラグマタなグラボが入るわけか。素晴らしい。そしてクーラー選びだって大事だよね。ということでクーラーはこれ。サーマルテークマグフロー360ウルトラ ARGB シンクスノーエディションサマテの360ミリ水冷だね。正面に4インチの大型パネル搭載でプラグマタを表現しようというわけです。シンプルな見た目もまたいいな。でしょということでファンを取り付けてラジエーターをケースに入れる。配線もしてヘッドも取り付けグリス塗り塗りヘッドグリグリ。あとはネジを締めたら同じように配線をすれば水冷も取り付け終わりだね。そして満を持して今回主役のプラグマタグラボだよ。何度見ても素晴らしいな。無風ということでブラケットを開けて拡張スロットにグラボがっちゃんこ。ケーブルも挿せばあとはパネルを戻して
完成だよ。ガッチェー。ふふふ。どうでしょう。シロちゃんがもっとシロちゃんになってる。燃え尽きたぜ。真っ白にな。最初から白でしょあんたは。ディスプレイ部分はこんな感じにプラグマタのシェルターが映されてるね。ちなみに CPU 温度も表示してます。素晴らしい。重量がおおよそ 17kg。普通より若干気持ち重めかな程度。サイズも高さが抑えられてるし机に無理なく置けそうだね。それとこのフィルター見てよ。おお、引き出すタイプか。珍しいよね。トップもマグネットパネルでなかなか見ないタイプ。フラクタルの新作らしいユニークさがある。構成表がこんな感じで、スペックとしては正統派なゲーミング PC って感じだよ。そして組んだからには遊ぶっきゃないよな。もちろん。ということでプラグマタをプレイ。画質は WQHD の最高設定。レイトレーシングよりさらに高品質なファストレーシングまで有効にしたかなり重たい設定だけど NVIDIA の DLSS の AI 超解像度とマルチフレーム生成を活用することで 200fps 近くを実現できてるね。特にマルチフレーム生成はちょっと前まで特有の違和感というか遅延してる感じがあったのだけど度重なるアップデートでそこら辺もかなりこなれてきた印象。プラグマタくらいのアクションならそこまで気にならなくなったね。温度もゲーム中が CPU50 度程度、グラボの方も60度程度でかなり余裕があるね。より高い負荷のかかる OCCT も回したけど CPU 温度が上限の95度張り付きで高めかなってぐらい。だけど性能がこんな感じでシネベンチ R23 で CPU スコアが22000点程度、グラボの方が 3D マークのスティールの窓で5000点くらいとどちらも平均的で実用上問題はないと思う。音がこんな感じ。今回は設定を詰めてないのもあってちょっと大きめかな。ゲーム中の温度はかなり余裕あるし、ファン回転数を下げるなりしてもっと静音に振っても良さそうだな。そして消費電力がこんな感じで、ピークでもおおよそ 500W ちょっと、750W 程度の電源で余裕で運用できる構成だと思うね。ということでプラグマタの RTX5070 グラボ、そしてそれを使った PC の紹介だったけどどうだろう。いや、どうでしょうシロちゃん。大変満足したぞ。やったぜ。ただ問題は、このプラグマタなグラボが世界数量限定の非売品モデルってことかな。そんな、このディアナちゃんの可愛さが世界に届かないなんて。ぜひ復刻とかあったら販売してくれると嬉しいよね。だけど今回はそれ抜きにしても、白統一、スタイリッシュ重視で組んだから、全然普通の白構成マシンとして参考にしてくれたら嬉しい。ということで早いけど今回の動画は以上。何かこのマシンで質問とかあれば、ぜひコメントや X の DM へ。質問箱もやってるからよろしくな。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録や高評価、いいねしてくれると嬉しい。それとこの動画を見て PC 組んだりパーツ買ったよって人は X でハッシュタグ購入したものだよってつけてポストしてくれたら嬉しい。それじゃあ次回の動画もよろしく。バイバイ。